フィリックスが愛してやまないもの、見るだけで癒される食べ物って、その可愛さにメロメロになった日本のキャラクター、1日3時間も使っちゃうスマホアプリ、どれも身近なもので好感度でしかなかった。ストレイキッズの大天使フィリックス、神秘的な美しさを持ちながら、あの美貌から繰り出される重厚感のある低音ボイスが、ギャップってレベルじゃないっていう唯一無二の歌声。そんなフィリックスの性格はこんなにいい子は見たことがないと言われるほど心優しいリアル天使。ルセラフィムが 2023A で椅子が一つ足りなくて困っているところに、フィリックスがすっと余っている椅子を持ってきてくれたやつ。本当に天使でしたね。フィオナからも称賛の声が上がっていました。ちなみにフィリックスの低音ボイスといえば、以前スターが赤ちゃんのおもりに挑戦するという番組、スーパーマンが帰ってきたで、アイエンとヒョンジンと共に生後8ヶ月のロウン君の子守に挑戦した際、ヒョンジンが抱っこするロウン君をあやそうとしたフィリックスですが、フィリックスの低音ボイスが怖かったようで、あやすどころか泣き出してしまったシーンが切な面白かったエピソードについて、こちらでご紹介しています。そんな天使フィリックスを見るだけでステイはただただ心が満たされて、視力上がったんじゃないかとすら思わせてくれますが、そんなフィリックスも見るだけでただただ心が満たされるほどに愛してやまないものがあるようです。まずは食べ物。ステイがその正体を知ることになったのは、11月21日にストレイキッズの公式 YouTube チャンネルにアップされたスキズトーカーエピソード60でのワンシーン。動画に映っていたのは17日に行われたミュージックバンクの収録の裏側。まず本番前にニッコニコのフィリックスがご登場。僕が好きなタロミルクティーを飲んでいます。オーストラリアで幼い時よく飲んでた味なので、と言ってタピオカブーム時に大行列になっていたゴンチャのタロミルクティーを嬉しそうにストローでチュッと飲むピリちゃん。ゴンチャは甘さをお好みに合わせて選べるという注文方法なのですが、ジャンボサイズなので甘さはというと少し間を置いて小声で 70%。 いや結構甘いな。でもフィリックスがもともと 100% ですが 30% も減らしました。結構減らした方だと思います。と甘さを 30% カットした自分を褒めたいようです。いいよ、ピリちゃんが幸せなら 80% でも 120% でも飲んで。大好きなボンチャのタロミルクティーを飲み終えて、メンバーと階段でお決まりの記念撮影に段差調整するチャンビンカイスギ。無事収録を終えて控え室に戻ると、ケータリングにあるものが届いているのを発見。フィリックスはマクドナルド。見るたびに幸せになりますね。そう、フィリックスが見るだけで癒されるほど大好きなものとは、マクドナルドのハンバーガー。永遠親近感。確かにマクドナルド、種も大好きですし、好きな方も多いと思いますが、見るだけで幸せになるってかなり大好きだよね。大天使ピリちゃんをそのビジュアルだけで癒すマクドナルドのハンバーガー。ありがとうマクドナルドさん。ステージ上で輝くフィリックスがゴンチャのミルクティーやマクドナルドに癒されている姿はなんだか新鮮ですね。食べ物の他にもその可愛らしさでフィリックスを魅了しているという日本のキャラクターがいるとか。12月10日にフィリックスが自身のインスタグラムを通じてライブ配信を行った時の出来事。ライブ配信中フィリックスが自慢げにカメラの前に持ってきたのは、なんとサンリオの人気キャラクターマイメロディのフィギュア。しかもこのマイメロちゃん、光るらしくライトになるそうです。そして四角い。フィリックスによるとガチャガチャでこの光るマイメロディちゃんをゲットしたそう。フィリックスは自慢のマイメログッズをステイに見せると、これがランダムで出てきました。かわいいでしょ。これすごくかわいいです。とその可愛さにぞっこん。するとフィリックスの口からステイを沼に突き落とす一言が、そんなお気に入りのマイメロディのフィギュアを見て、ステイに似てる気がする。とまさかのつぶやき。続けて、これステイみたいにすごく可愛くて、光ってるみたい。どう似ているのかは全然よくはわからないですが、ステイはピリちゃんにとってマイメロディの可愛さに匹敵するくらい可愛いという理解でよろしいでしょうか。ということはピリちゃんのお部屋にマイメロディがあって、あのマイメロディはほぼステイなので、ピリちゃんと一緒にいるのってほぼ俺ってこと。すいません取り乱しました。
ちなみにサンリオは K-POP アイドルの中でも大流行しており、よくメイクシーンでサンリオのヘアクリップをしていたりしますね。以前ルセラフィムが渋谷でサンリオグッズを爆買いしていたこともありました。とにかくマイメロディの可愛さはフィリックスをも魅了してしまうらしい。恐るべし世界のマイメロディ。四僕の目にはステイはマイメロみたいに見えているらしい。このマイメロの表情が院内を見ているステイだと言い張るピリ。ピリから見たうちらってマイメロなんだやった。マイメロを可愛い可愛いって言いながらいろんな角度で見せつけてくれるピリ。この後このマイメロがインスタライブ見てるステイの表情みたいとか言い出すから作詞すぎてダメ。光る四角いマイメロ見せてくれるピリ可愛かった。そしてこの光るマイメロディがゲットできるガチャガチャを見つけて同じものをゲットしたステイもいたそう。羨ましい。ちなみにスキズがハマっている日本のキャラクターといえばミソがスパイファミリーのアーニャが大好きです。多忙なスケジュールをこなすストレイキッズですが、フィリックスが貴重な休み時間を費やして熱心に使っている超お気に入りのアプリがあるようです。11月25日、ストレイキッズがファッション雑誌グラマーの公式 YouTube チャンネルに登場しインタビューに答えるメンバー。スマホのスクリーンタイムについての話題になると、メンバーは自身のスマホでそれぞれスクリーンタイムを確認し始めました。スクリーンタイムとは、持ち主がスマホを使用していた時間や、1日の中でどれくらいの時間、何に費やしているか、持ち主のスマホの利用状況を把握できるレポートです。フィリックスは自身のスクリーンタイムを見ると、これ話してもいいのかなと何やら思わず笑ってしまう。ちょっと恥ずかしいデータを見つけてしまった様子。そんなフィリックスのスマホ画面を覗き込んだチャンビンから一言。フィリックスは TikTok 王子です。なんとスクリーンタイムのデータによると、フィリックスが3時間28分もの時間を熱心に費やしているアプリを発見。そのアプリとは、皆様おなじみ TikTok。貴重な1日の休憩時間やオフタイムのうち、3時間以上もの時間を TikTok を見ていたというフィリックス。なんか可愛い。自分でもこのデータに驚いてしまう姿もまた可愛いんですが、フィリックス、TikTok のスクリーンタイムを恥ずかしがる。3時間28分も見ている TikTok マスター。ピリちゃんが TikTok に3時間半使ってるって聞いてすげーって思ってたけど、自分のスクリーンタイム見てみたらほぼ同じだったから TikTok 閉じて X してる。にしてもストレイキッズの TikTok 外交官チャンビンから TikTok の王子と言われるピリちゃんね。ちなみに TikTok といえば BTS のジョンブクもハマっていることがまさかの形で赤バレして明らかになったことがありました。しかも赤バレした当時はジョンブクはいいねした動画までオープンになっており、ハイブファミリーの動画やメンバーのジンの動画などをいいねしていたことが可愛いと癒しと笑いを呼びました。フィリックスは一体毎日3時間どんな動画を TikTok で見ているのでしょうね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。